これからオープン AI の創設から現在に至るまで歴史をバッとエクストリームに喋りますので、それをちょっとね、面白いんで聞いてほしいんですよ。なんとこのオープン AI、ライバルのね、クロード3をね、潰すためにも GPT-4 を言ったんですけども、このクロード3と GPT はドラマなんですよ、このライバル関係は。さらに、このオープン AI 内の人間関係、ライバル関係、派閥争いもまあ面白いんですね。まずどういうふうにできたか。オープン AI ができたのはなんと2015年。ついこの前ですね。私からすると。ね。2015年ですよ。ついこの前できた企業じゃないかと。日本2010年代半ばにですね、なんとこれ、非営利団体としてスタートした。非営利団体ってお金いりませんってグループだよね。なんでそうなったかっていうと、これはね、すごく高い理想をもとにですね、作られたんです。人類に恩恵を与えるような汎用人工知能の確立、これを目指してですね、企業体による利益追求、この圧力から逃れて研究を進めようという高尚な理念をもとにですね、人類をもう一歩前に進めるエヴァンゲリオンみたいですね。汎用人型決戦兵器を作るためにネルフを作ったのだ。それは人類を守るためであってお金儲けのためではない。そんな感じなんですよ。はい。それ作ったんですよ。その、創設者の中に、かの有名なサム・アルトマン。オープン AI の顔といえばこのサム・アルトマン CEO なんですけども、だけではなくテスラ、スペース X で有名なイーロン・マスクもそこに参加してました。サンフランシスコのね、ビジネスマンオールスターズ。それが作り上げた理想の非営利団体。それが人類をもう一本前に進める汎用人工知能のためのプロジェクト。それが非営利団体としてスタートしたオープン AI だったんです。つまりオープン AI っていうのは AI に関してはオープンにみんなに共有していこうよって、そういう名前のあらでもあるみたいですよね。その上で2018年、3年後、GPT-1 が発表されました。はい。ですが、この段階ですでにですね、もうこの AI による研究っていうのを大手もしてるんですよ。Google です。Google、現在は Gemini っていうモデルを作ってますけども、Bard 改め今 Gemini になってるんですけども、この Google にですね、遅れを取っているぞということに危機感を抱いたイーロン・マスクが、Google に遅れを取らないようにこうしようなんて打ち出した方向性とサム・アルトマンの方向性っていうのがぶつかりまして、イーロン・マスクがここの時点で役員を辞任します。はい。イーロンは非営利団体としてのオープン AI の立ち上げにはですね、参加してるんですけども、3年した段階で抜けている。ですが、これがもう一個の揉め事のもとにもなるんですけどね。これ後に説明しますけど、イーロンが最初いた、そして抜けた。これもちょっと頭に入れといてください。その上で2019年、YouTube 大学が始まった年でございます。私にとってメモリアルな年ですね。5年ほど前、GPT-2 ですね。2が発表されました。そしてこの時点で、このオープン AI は岐路に立たされました。はい。開発費と運営費。これが欲しかったんですね。非営利団体としてスタートし、将来を嘱望されて、最初は寄付的な感じでいろんな人たちがですね、お金をくれたんですけれども、開発費用がままならないということで、理想と現実を切り分けることになりました。これが営利部門と非営利部門を分離成立させるというトリッキーなやり方だったんですね。その上で、営利部門、大きなお金を得ることになります。それがマイクロソフト。かつてはビル・ゲイツ、現在はサティア・ナデラが率いるですね、そのマイクロソフトがなんと10億ドルもの巨額出資をするんですね。マイクロソフトはその後にもさらに追加出資をすることで、現在はオープン AI の総、資本金のですね、49% を出資している。ギリギリ議決権はないけれども、大株主として鎮座することになるわけなんですよ。マイクロソフトはすごいですね。なぜ 49% なのか。それはですね、独禁法を気にしてるんですね。GAFAM はですね、メガテック企業と言われてですね、その後に、大きい資本力とですね、大きい影響力を持ってますから、生きのいい若手を吸収していくことによってですね、独占力を高めていったんですね。
それ例えば Facebook が Instagram を買収してどんどんね、ライバルを吸収して SNS の優位になっていったように、大きい会社が小さいスタートアップで生きのいいところを買っちゃえばですね、もう勝てないわけですよ。吸収しちゃえば。はい。生きのいい YouTube チャンネルも YouTube 大学に取り込んじゃえなんて言ってですね、あれもこれも入れちゃえなんて言って、メンバーに入れちゃえなんて言ってですね、入っちゃう。はい。これは独禁法違反だよね、みたいなことで取り締まられるっていう、言ったら国家もですね、この GAFAM メガテック企業があまりにも強い力を持っているので、かなり強く今ですね、規制をかけたり監視したりという目線もあるんですね。なのでマイクロソフトは、いや、応援してるだけですがな、ということで、子会社じゃありませんよということで 49%。しかしその心の裏にはですね、このオープン AI は金を生むぞと。絶対に逃さないぞというね、そのギリギリの欲望と規制を避けるためのですね、対策のギリギリのせめぎ合い 49% 出資。ですがこの2019年、巨額の出資を受けたことによって、開発資金は一気にドライブするわけですね。ちなみにこのマイクロソフト出資の時に、おい、マイクロソフトにお金もらったらマイクロソフトの子会社じゃないですか。我々のやりたいことできないんじゃないですかなんて言ってですね、開発幹部のですね、アモディ兄弟、兄と妹がいたんですね。AI の開発のね、その技術者、アモディ兄弟が退社することになります。でもこのアモディ兄弟こそが、はい、後のライバルとなるクロード3を開発することになります。面白い。面白い。GPT-2 の段階でお金をもらわなきゃ。マイクロソフトに来てもらおう。マイクロソフトにお金そんなに出してもらったら、揉めて方向性で揉めて、俺たち出るよ。アモディ兄弟が出た。おいおい、いいのかいそんな風に出てっちゃって。10億ドルもらうんだぜ、俺たちは。なんつってね。はい、お疲れさんでした。なんてことから、アモディ兄弟がですね、後にクロード3を開発してですね、猛威を振るうことになります。はい、ここ面白いです。はい。そしてマイクロソフトの出資を受けた GPT のオープン AI はですね、2020年 GPT-3 を完成させるんですね。これによってかなりの存在感を発するようになる。その翌年2021年、アモディ兄弟は辞めた方ですね。後にクロードシリーズをローンチするアンソロピック社を設立します。ここのあたりから激戦でございます。2020、21、もう AI 激戦時代の足音はすぐそこまで迫っていた中で大きなドラが鳴らされた。それが2022年です。一昨年。チャット GPT の発表です。はい。ここでみんなわかりましたね。GPT っていうのは大規模言語モデルであって、いろんな文章を入れると返してくれるってことなんですけども、みんなが使えるようにはなってなかったんです。それが一体何になるのかと思ってたところ、これチャットボットにしたらみんな使えるよね。そう。GPT というのはあくまで言語を返す AI のそのソフトだったわけですけども、それをチャットボットにすることでみんなで使えるようにした。これがチャット GPT による革命なんですよ。AI の研究のレベルがここまで上がってたところからみんなが使えるじゃんにしたのがチャット GPT なんです。チャットだっていうわけですね。その2022年、チャット GPT により、我々はずっとメガトレンドになるであろう AI の研究、ディープラーニングって何？俺たちの生活と関係ないよねって言ったところがいきなり使えるようになるんです。チャットやんって言って。それはもうそれまでのチャットボットとはちょっと違うものだったんですよね。それまでのチャットボットっていうのは決まった答えを返すっていうことだったわけですよね。他にも検索ってことを我々やってたんです。ところが、こっちにですね、合わせて聞いたら返してくれて、さらに続きの会話ができるというですね、独特なものを我々は知ることになった。それがチャット GPT による革命です。2022年にそれ起きました。そしてそれの数ヶ月後に GPT の3が3月段階で GPT-4 にバージョンアップすることによって AI 戦国時代の幕は火蓋を切って落とされたということなんですね。そんな中、5月 GPT-4 の発表の後の2ヶ月後、アンソロピック社、Google が巨額出資します。来ました。
代理戦争の始まりです。そう、GPT 要するオープン AI を後ろからバックアップしているのはサティア・ナデラ率いるマイクロソフトでしたよね。それに対して Google は独自の AI ジェミニの前のバードを開発していながらも、やはり少し遅れをとっているのではないかというところで、そう、アモディ兄弟の設立したアンソロピック社にもバックアップすることによって、このアンソロピックのバックアップですね、Google とですね、はい、このオープン AI のバックアップについているマイクロソフト、ここら辺のですね、戦いが過熱していくということになります。この AI の戦国時代、覇権を握るのは一体誰？それはオープン AI なのか、アンソロピックなのか、その裏にいる出資しているマイクロソフトなのか、Google なのか、そんな戦いになっていった中で事件が起きたんですね。それが2023年11月、サム・アルトマン解任騒動事件です。サム・アルトマン、顔役です、オープン AI の。もう時代の寵児です。はい。このサム・アルトマンが電撃的にですね、解任されたことが発表されたんです。はい。ここが大揉めのポイントなんですね。はい。このオープン AI というのは、非営利と営利が並立しているというトリッキーな状況。それはまさに理想と現実。非営利のために、人類のためにと謳いながら、それを開発する巨額の資金が必要だった。なので、非営利の顔もあるし、営利の顔もある。その上でマイクロソフトの子会社になっちゃってるんじゃないかなんていう批判も受けながら、崇高な人類への期待、それに応えたい、人類からの期待に応えたいと思いながらも、安全性はどうなんだっていうところ。実はこのサム・アルトマンは、この大戦国時代を勝たなければいけないということに関してかなりカリスマ性を発揮してました。テクノロジーが人類を救済する。そういうことで、どんどん進めていた。ところが、この非営利の方の理事会の方ですね。はい。理事会の方にはですね、AI は慎重に扱わなきゃいけないっていう論調の理事もいるわけですよ。うん。バチバチになってくるんですね。理事会のある理事がですね、このサム・アルトマン率いるオープン AI、自分の中身ですよね。我が社のやり方はちょっと急ぎすぎなんじゃないかという批判とも取れるような論文を書き、さらにはライバルであるアモディ兄弟のアンソロピック社のクロードシリーズ。これは安全性を担保するために一度ローンチを遅らせたっていうことがあったんですけど、その姿勢を褒めたんですよ。要するに内側にいながら敵を褒めて自らの頭をですね、批判するっていう論文。これを出されちゃったことによって、サム・アルトマンそれに対して怒ったんですよね。なんで味方がそんな批判をするんだ。それで理事会と CEO サム・アルトマンが関係性が悪化した中で理事会が牙を向きサム・アルトマンを解任。ところがこれは理事会の思い通りいかなかったんですよね。このサム・アルトマン、非常に社員の支持が厚かったんですね。サム・アルトマンをクビにするだなんて、今勢いに乗ってるオープン AI を殺す気なのか？うわー、大騒ぎになる従業員。さらには、そのバックアップをしてたマイクロソフトのサティア・ナデラがですね、クビになったんだったらマイクロソフトに正式に来ないかなんて言うわけですよね。つまりマイクロソフトからするとですよ、生きのいい会社をガブって噛んだら、ガブって飲み込んだら、ね、国から独禁法違反だなんて言われるけど、辞めた CEO をこっちで就職させるんだったら別に独禁法違反にはなってないし、人材がもらえるんだったらそれはそれでいいよねなんていうわけですよね。大戦争でございます。サム・アルトマンは反撃できる、そう思ったんです。マイクロソフトに俺は求められてる。しかも社員はかなり俺についてくるらしい。なんとそこから書面を取ったんですね。社員に書面を取ったところ、なんと770人の社員のうち700人、9割以上がですね、サム・アルトマンをクビにするのであれば、俺たちも一緒にマイクロソフトに行くって言ったんですよ。結果どうなったか。サム・アルトマンをクビにしようとした理事会の理事が
辞任するということ。この大騒動、これが数日のうちに起きたんです。とんでもないクーデター、逆転クーデターって感じですよね。そんな騒ぎのあるオープン AI、もう世界中の注目であり、とんでもない打ち出の小槌になっているわけですから、もうみんなが注目している中でトラブルはさらに続きます。サム・アルトマン電撃解任騒動が落ち着いたかに見えた翌月12月、ニューヨークタイムズからですね、オープン AI は提訴されるんですね。一体何か。そう、安全性の問題なんですよ。ニューヨークタイムズの記事をディープラーニングに無断で使っている疑いがあると。ニューヨークタイムズがチャット GPT を使ってこういうことをやったら、ニューヨークタイムズの過去の記事と同じ文章が生成されたぞと。ほぼ同じ文章が出てくるってことは、ニューヨークタイムズの記事飲んでるだろうと。ニューヨークタイムズの記事を飲んでるのに許可取ってないよなということで提訴したんですね。対するオープン AI はですね、いや、そんなことはない。一切飲んでないよと。ニューヨークタイムズのその検証の仕方が非常にエグいんだと。わざとそう出てくるようにコマンドを打ってるだけだし。なんだったらハッキングしてるよ、それ。悪質なやり方で意図的にそういう証拠が出てくるようにしてるだけだっていう血みどろの戦いになりました。そうなんです。ここからですね、このディープラーニングのソースが著作権に違反しているかしてないかっていうことが、この訴訟から始まってるわけですよね。これからまたいろんな会社がですね、あれ、うちのデータ取られてないとかですね、うちのタレントの顔使われてないとかですね、そういうことが頻発することが出てきます。おそらく。予想されるわけですね。さらにそれだけじゃなく、なんと、その2ヶ月後、2024年の2月、ここでイーロン・マスクが出てきます。イーロン・マスクは立ち上げの時にね、お金出してるわけですよね。そしてその時の基本的な契約の中にはですね、ここで得た技術というのは人類の寄与に使うためであるからオープンにしていきましょうっていう文言が練り込まれてたんですよ。公開しましょうねって。でもある時期からオープン AI はオープンにしなくなったんです。営利をしていかなきゃいけないから。でもイーロン・マスクがここでそれを契約違反として提訴したんですよ。オープンにするって言ったから俺は立ち会ったんだぞと。お金出したんだぞと。ね。なんで契約を守らないんだと。お金目当てになってるじゃないか。マイクロソフトの子会社じゃないか。最初の理想はどこに行ったんだ。イーロン・マスクは自分が外れたっていうところもあるのかですね。そこに対して強く批判し、提訴することになったわけですね。そう、それが2023年の12月と2024年の2月なわけです。もうチャット GPT ブームに沸き立つ中、世界の台風の目となってしまっているわけ。そんな中で2024年3月、そう、クロード3がやってくるんですね。アンソロピック、ね。マイクロソフト出身に対して不服を唱えたアモディ兄弟が作ったアンソロピックがクロード3を開発することによってですね、チャット GPT-4 の機能を追い抜いてしまうんですね。バークロード3オーパス最高じゃんなんてうわーって流れるわけですね。まずいそう言ってオープン AI はその2ヶ月後、そう今月、GPT-4 オムニを発動するわけなんですよ。こういう流れで見ると、5まで待てなかったのではないかという気持ちもわかりますよね。そうなんです。圧倒的強者のように見えたチャット GPT のオープン AI。しかしそのリードというのは、かつての元幹部に追いつかれようとしているだけではなく、かつての立ち上げ人のカリスマ、イーロン・マスクからも批判され、内から外から大喧嘩が勃発していた。そんな中でですね、GPT-4 オムニが発表された翌日、ここ注目のニュースなんですけども、サツキバー氏とライカ氏が退社する。新たな幹部が退社するんです。このサツキバー氏というのも創業から一緒にやっていて、かつ
サム・アルトマン解任騒動の時にもですね、サム・アルトマンの解任の方向で動いてた人なんですよ。ですが、バチバチにサム・アルトマンを批判していた人、本人ではなくて、そういう人たちに、サム・アルトマンはもう限界なんじゃないのと言われて、なるほどなということで、反サム・アルトマン側についたものの、圧倒的サム・アルトマン人気を目の当たりにして、私のやっていたことを、私はやってしまったことを後悔するってツイッター X で発表して、後にまた戻ったんですよ。でもこのサツキバー氏、ライカ氏というのも、なぜその時サム・アルトマンを出すっていう方向に動いたかというと、安全性なんです。安全性であるとか、そういうチェック、著作権、そういったものに対して、大丈夫ですか？もうちょっとスピードを落とした方がいいんじゃないですかっていう理屈の持ち主。で、このサツキバー氏を中心として、その手前でですね、スーパーアライアンスチームって言ってですね、安全性の確保のために、そのオープン AI のコンピューティング能力の中から 20% を抑えて、しっかりとその課題には立ち向かっていくっていうチームを率いてたのはこのサツキバー氏なんですよ。つまり安全対策チームのリーダーだったんです。その安全対策に対してスピード、ライバルとの競争っていうのを優先するサム・アルトマンの暴走とも取れるですね。そういったやり方に対して異を唱えてやめさせようとしたけど、やっぱり彼はカリスマだし必要だったっていうことで戻した。だからいた。しかし GPT-4 主にの発表の翌日にサツキバーとライカはやはり退社することになった。やはりその火種というのは残っていたんだ。そしてオープン AI は激烈な競争にさらされている。安全性に警鐘を鳴らす人が次々に辞めている中で、ライバルのクロード3を抑え込むためにオムニを発表した。しかし GPT-5 にまではまだ届かないし、肝心要期待の動画生成空に関してはまだ一般公開はされていない。それが現在なんです。じゃあこれからどういう未来が待ち受けているのか。一つにはさらなる競争の激化です。ねえ。かつてウェブ検索といえばいろんなものがありましたよね。ヤフーもありましたし、ね。なんかインフォシークとかいろいろありましたけれども。一強になってしまった。そう、Google がですね、ウェブの検索サービス一強になってからみんな Google で検索するようになったんですよね。その記憶は我々はある。つまり、Winner takes all。勝者が総取りでやっていくだろうと。この AI 時代、チャットボットから音声アシスタントまで AI エージェントとなる未来がおそらく間違いないとなっている中で、AI エージェントナンバーワンを作る企業はですね、次の時代の覇権を取るだろう。だからこそマイクロソフトもグーグルも巨額の出資をしているわけですよね。負けるわけにはいかないんですよ。AI エージェント時代、ナンバーワン AI エージェントを作ることができたら、それは魔法のように我々の望みを叶えてくれる。聞けば答えてくれる。考えてくれる。提案してくれる。教えてくれる。作ってくれる。画像から、データから、プログラミングのコードから、果ては動画まで。すべてを、それは魔法のランプのように作ってくれる。そんな万能の AI エージェントを最高の品質で作り上げる企業になれたら覇権が得られる。しかしそれはリスクと裏表なんですよね。現段階でニューヨークタイムズやイーロン・マスクとの訴訟を控えてバチバチにやっているというオープン AI。これからさらなる競争激化とこの著作権、学習ソースの安全性や合法性、これを保ちながら覇権を取ることができるのか、これはとても難しい難題になっています。人類は果たしてどこに向かっているのか。その覇権を取った会社は本当に天下を取れるのか、それとも全員に訴訟の
火をつけられて火だるまになってしまうのか。我々の欲望願望は果てしない。そしてテクノロジーは止まらない。間違いなくこの AI、この1年2年でさらに進化します。キーポイントは AI のエージェント化、そして動画生成はできるのか、そしてソース、学習ソースは安全で合法なままでいられるのか。この3点に注目して新たなるニュースを待てば AI に関する情報は皆さんの中でも整理することができると思います。ではまた。プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。